Hi guys! 日本語 V ティーチャーのわさびです。こんわさびーむ。今日も皆さんからの質問を読んで日本語の使い方を説明します。質問は誰でも送ることができます。概要欄かコミュニティを見てください。あなたからの質問をお待ちしています。さて、今日の質問はこちら。ロビンさん、面白い質問を送ってくれてありがとうございます。まず、てはカジュアルな日本語です。友達と話すとき、チャットをするときによく使います。てはいろいろな使い方があります。今日はその中でも今から使えるてを紹介します。それでは一緒に勉強しましょう。白わさびです。黒わさびです。まず、二人の会話を聞いてください。そういえば、わさびって知ってる？わさび？わさびって緑色の？違う。わさびって日本語の先生。わさび。あ、知ってる。わさびって紫色の髪の毛の？そう。一緒に勉強してる R さんっていう人がね、わさびは宇宙人だって。え？宇宙人って？地球の外の生き物。英語でエイリアンって意味だよ。それはわかってるって。でも、エイリアンって、びっくりだよね。今は日本に住んでて、日本語を教えながらずっと日本語の研究をしてるって他の先生も言ってた。そうなんだ。わさびって何者なんだ？てがたくさんありましたね。二人は何回てと言いましたか？今度は日本語のスクリプトを見ながら聞いてみましょう。そういえばわさびって知ってる？わさび？わさびって緑色の？違う。わさびって日本語の先生。わさび。あ、知ってる。わさびって紫色の髪の毛の？そう。一緒に勉強してる R さんっていう人がね、わさびは宇宙人だって。宇宙人って？地球の外の生き物。英語でエイリアンって意味だよ。それはわかってるって。でも、エイリアンって、びっくりだよね。今は日本に住んでて、日本語を教えながらずっと日本語の研究をしてるって他の先生も言ってた。そうなんだ。わさびって何者なんだ？これで何回てと言ったかわかりましたよね。そうです。全部で12回です。これは8つのグループに分けることができます。一つずつチェックしていきましょう。このてはこれからこの話をしますよというサインです。主題、つまりテーマに使います。丁寧に言うとはです。次のては何ですかというシンプルな質問に使います。これは言葉や話を説明するときに使います。丁寧に言うとはです。は決まっている、変わらない意味、ルール、つまり定義を説明したり質問するときに使います。学校とは何ですか？勉強する場所です。ハサミとは髪を切る道具です。二つ目の文は最初の文よりシンプルでカジュアルな文です。わさびって緑色の？これはて
の後ろの文について質問しています。この定義は合っていますかという確認の質問です。この手も何かを説明するときに使います。特にこれは人や物、場所の名前を説明するときに使います。丁寧に言うと、というです。わさびは日本語の先生です。でも、日本語の先生は全員わさびではありません。これは定義ではありません。わさびはたくさんいる日本語の先生の一人です。R さんっていう人のようにっていうと言っても OK です。意味は同じです。これはここにいない人の言葉を誰かに伝えるときに使います。このマークを鍵括弧と言います。これは自分ではない他の誰かが言った言葉ですよというサインです。この手は丁寧に言うと言っていましたです。電話をしているときなどリアルタイムに聞いていることを誰かに伝えるときはと言っていますです。って言ってるももちろん OK です。次の手はとても便利な手です。どんな意味だと思いますか？そうですね。質問の手です。相手の言ったことがわからないとき、質問するために使います。相手の言ったことに手をつけて質問すると、もう一度言ってください。どういう意味ですか？というニュアンスを出すことができます。簡単で便利なテクニックでしょ？この時、イントネーションを手と上げるとよく伝わります。これはよく使う手です。これも質問の手ですが、知らない漢字を見たとき、新しい言葉を勉強したとき、意味は何ですか？どんな意味ですか？と聞きますよね。その時に使います。それではここで問題です。これってなんて意味？最初の手はどんな意味だと思いますか？そうですね。主題、テーマの手です。この文には2つ手があります。意味が違います。2つ目の手は、これは何という意味ですか？この質問の文のというの手です。これは何の時だけ特別です。なんてです。他は手を使います。この手は強調の手です。自分がよくわかっていること、知っていることをアピールするときに使います。同じことを何度も言われたときなどに使います。例えば、お母さんが勉強しなさいと何度も言います。わかってるって。このようにわかっているという気持ちをアピールするときに使います。では、ここでこの手とこの手をもう一度聞いてみましょう。宇宙人ってエイリアンって何か違うと思いませんか？そうですね。イントネーションが違います。手を使うときはイントネーションがとっても大切です。手のように上がるときは質問です。宇宙人ってです。エイリアンって、これはどうでしょう？下がっていますよね。この時、本当は手の後に
一番言いたいことがありますよというサインです。黒わさびはわさびは宇宙人だと言いました。でも白わさびは信じることができません。このように信じられない、それは良くない、やりたくないなど相手の意見と反対の意見があるときによくショートカットします。これが省略の手です。会話で使うとても大切なテクニックなので、ぜひ覚えておいてくださいね。まとめです。お疲れ様でした。手の使い方はいっぱいあって大変でしたね。でも黒わさびと白わさび2人の会話を聞いて手にはいろいろなニュアンスがあるってわかりました。今日のレッスンのポイントは手はいろいろな文をカジュアルにする。イントネーションはとっても大切ってことです。文の途中で手があるとこれは少しカジュアルな文だなとわかります。友達と話すときやチャットをするときにぜひ使ってみてくださいね。今日のレッスンへのコメント、新しい質問をお待ちしています。勉強になったと思ったら、LIKE ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次のレッスンでお会いしましょう。おつわさびーむ。バイバイ。